こんにちは、青22号です。前回の作業の後、再度サーフェーサーを塗りました。全体をよく観察すると、ボンネットとバンパーの間に隙間があることがわかります。というわけで、この隙間を埋めていくことにします。まずバンパー側を思い切ってざっくり削ります。こういう場合、隙間が小さいと埋めたパテが取れやすいので広げておきます。また削ったところにドリルでくぼみを作っておきます。エポキシパテを使う予定ですが、作業中に一時的に取り外すことになるので、元の位置に戻しやすいようくぼみを作ってガイドにします。ボンネットを戻してパテを盛る予定のところにリップクリームを塗ります。これはエポキシパテがくっつかないようにするためです。そして必要な分だけエポキシパテを練ります。エポキシパテはタミヤの速乾タイプを使っています。練り方は伸ばしては半分にしてまた伸ばして半分にするという作業を繰り返すとしっかりと混ざります。盛る量はできるだけ必要な分だけにしておきます。指は水をつけておくとパテが指にくっつくのを防げます。盛ったら24時間待ちます。完全に硬化したらボンネットを外します。また盛ったパテも外してしまいます。形が崩れないように外すときは慎重に外します。そして外したパテを削っていきます。くっついていた面にボンネットとバンパーの境界の跡がついているので、それを目印に削っていきます。まずはボンネット側を削っていきます。削るときは少しずつ削ります。一気に削ろうとして深い角度で刃を入れると、そのまま余計なところも削ってしまうので、少しずつ削っていきます。ペーパーなどのヤスリで削っていくという手もありますが、あまりおすすめはしません。いつの間にか余計なところを削ってしまうことがあるからです。削り終わったらボディにはめて状態を確認します。状態を見ながら形を微調整します。何度もはめてみて確認します。ドリルのくぼみがここで役に立ちます。OK なら接着します。接着には瞬間接着剤を使います。それを削った青いところのみに塗っていきます。そしてパテを合わせます。しっかりと固まったらバンパー側を削っていきます。やはり慎重に少しずつ削っていきます。削っていって徐々にボディ表面の高さに近づいてくると、接着していないところは自然に剥がれてきます。これが瞬間接着剤を青のところにしか塗らない理由です。ただし境界付近は削るときは注意します。必要な部分も持っていかれないよう刃の入れる向きに注意します。パテには大きく分けて3種類あります。今回使ったエポキシパテの他にラッカーパテ、ポリエステルパテがあります。それぞれ長所短所があるので、状況に応じて使い分けられるようになると作業できる幅が広がります。ラッカーパテは乾燥後に体積が減ります。これを引けと言いますが、今回のような場合、引けが出るとその分手間が増えるのであまり適しているとは言えません。ポリエステルパテは引けが出ませんが、外す必要のあるボンネットとの隙間を埋める場合、表面にくっついてしまうポリエステルパテよりも硬化後に取り外せるエポキシパテの方が作業しやすいと言えます。エポキシパテは塗装した表面にはくっつきにくい性質を持っています。これは短所でもあるのですが、今回の場合は長所となります。塗装していないプラスチック表面には多少はくっつくので、リップクリームなどの油を塗っておくと外すことができるようになります。接着するときは瞬間接着剤を使います。プラスチック用の接着剤ではくっつきません。大体の形が整ったらボンネットをはめて表面をペーパー掛けします。ボンネットとバンパーとパテがつらい位置になるように削っていきます。ボンネットをはめた状態でペーパー掛けするのがミソです。
作業中ボンネットが移動しないようテープでしっかりと固定しておきます。ペーパーは400番を使っています。力の入れすぎに注意してください。削り終わるとこんな感じになります。さらにサーフェーサーを塗るとこんな感じです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青に12号でした。